こんにちはったらこんにちは。出雲です。ESP32 ダブルローバーカムチュートリアル4回目。今回は SD カードを使っていきます。前にも紹介しましたが、今回購入した ESP32 ボードには SD カードスロットがついています。で、今回はこの SD カードを使うチュートリアルなのですが、そもそもマイコンで SD カードってどんな時に使うんだっけなぁと考えてみました。ではちょっと資料の方をご覧ください。マイコンにセンサーをつなぐことはよくあって、データをどこかに保存しておきたくなります。ESP32 ではいくつか手段が考えられます。例えば、内蔵のフラッシュメモリを吹き圧性メモリとして使う。そんなに大きくないもの、あと頻繁に書き換えることのないものならこれで OK だと思います。例えば設定情報だとか。ただ、内蔵フラッシュメモリでは容量に限りがありますし、書き換え回数も気になります。それならばということで、ESP32 なんだから Wi-Fi とかでクラウドに上げればいいじゃんというのもあります。Wi-Fi が使える環境ならこれが便利です。僕も昔、百葉箱を庭に置いて Google スプレッドシートにデータを上げてたことがあります。ただこれも Wi-Fi が使える環境の準備だとか、電波を飛ばすと電力食うので電源の心配とかもしないといけません。というわけで SD カードは Wi-Fi が使えないとか、画像みたいなちょっと大きめなデータとか、そういうのを保存したいときに使うのかなという結論です。このボードにはカメラもついてますからね。おそらく画像データの保存を考えて付けられているのではないかと思います。今回練習なのでカメラはまだ使いませんが、ただデータの読み書きをするだけでは面白くありません。なので、環境センサーのデータを10分間隔で取って、それを SD カードに記録するというのをやってみました。これグラフにするとちょっと面白かったです。おおよそ1週間分の気温と湿度のグラフ。場所はこの部屋。青が気温、赤が湿度ですね。だいたい日付が変わる前くらいになって急に気温と湿度が下がっています。これは寝る前にエアコンをつけていたから。この部屋は寝室も兼ねていますからね。土曜日の夜だけはその段差がありません。この日は出かけていて帰ってこなかったからです。ここでちょっと不思議なのが湿度の動き。エアコンが頑張って朝方まで気温はキープしてくれているのに、湿度はどんどん上がっています。最初だけとしてくれてるんですかね。こうやって記録を取っておくといろんなことが分かって面白いです。実際に SD カードに記録されてきたデータはこんな感じになります。プログラムが動き出してからの日数、時間、分、気温、湿度、気圧、不快指数が並んでいます。表計算ソフトで読みやすいようにカンマでデータを区切っています。このファイルは当然 PC で読むことができます。さて、今回使用した環境センサがこれ。BME280 という Bosch のセンサーを載せた秋月のモジュールです。I2C と SPI でマイコンとつなげることができて、今回は SPI で使っています。回路図はこんな感じ。SD カードスロットは ESP32 ボード上に載っているので、環境センサーとの接続だけです。ブレッドボード上の配線がこんな感じ。回路図通りにつないでいます。一応ですが、マイクロ SD カードの抜き差しの仕方を見ておきます。これが付属してきた SD カード。いや、容量以外何の情報もないですね。同じく付属してきたアダプタに挿して、FAT32 でフォーマットしてあります。スロットは裏にありますので、この向きで差し込んでください。アンテナがあるので折らないように気をつけて、カチッと音がするまで差し込みます。先ほどのブレッドボードがこんな感じ。この状態で USB を挿せば動きます。今度はカードを取り出してみます。同じくアンテナに気をつけてカチッと音がするまで押し込んで外します。それにしてもこの投げやりのマーキング、笑えますよね。プログラムを見てみます。
大事なところだけは推です。プログラム全体はいつものようにブログに上げておきますので、興味のある方は見てみてください。これは冒頭部分で SD カード用のヘッダーの読み込みとピン設定の定義をしています。SD カードで使っているのは3ピンだけみたいですね。これはセットアップ関数の一部です。センサーのオブジェクトの初期化と SD カードインターフェースの設定をしています。ここではスロットに SD カードが入っているかチェックしています。その後、環境データ用のファイルが存在しているかチェックして、存在していたらスルーして、なかったらファイルを作って1行目を書き込みます。こっちはループの中です。時間に関する部分を省いていますが、センサーから温度と湿度と気圧を読み出しています。これらのデータから不快指数も計算して、S というストリングに入れます。最後に、ここで SD カードのファイルの中に書き出しています。これらの作業が終わったら10分間お休みします。さっきのプログラムを ESP32 に書き込んで USB 電源につないだまま1週間放置したのがこのグラフです。というわけで ESP32 から SD カードにデータを書き込んでみました。普段あまり意識しない気温や湿度の長時間の動きを見えるようにするとちょっと面白いですよね。さて今回かなり地味でしたが、ここまでご視聴ありがとうございました。SD カードへの保存も意外と簡単にできるんだなということで、そこは勉強になりましたかね。何か得るものがあったなと思われた方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。さて次は ESP32 といえばこれでしょということで Wi-Fi にチャレンジします。これまたマイコンの使い道をぐっと広げる技術になりますのでお楽しみに。ではまた次回よろしくお願いします。